2018年9月28日、ニューギニア航空73便がミクロネシア連邦のポンペイを出発しました。この便はミクロネシア連邦からパプアニューギニアに向かう便で、ポンペイを離陸した後、途中の経由地、チュークへ向かっていました。しかし、着陸に失敗し、滑走路手前の海に墜落する事故が起こりました。今回は、この事故を事故調査レポートをもとに解説します。本動画は複数の情報リソースをもとに制作していますが、誤りを含んでいる可能性もあります。万一間違いがございましたらコメントにてお知らせいただければ幸いです。また、使用している画像、映像には実際のものだけではなく、イメージも含まれています。ニューギニア航空73便はミクロネシア連邦のポンペイ国際空港を出発し、途中ミクロネシア連邦内のチューク国際空港を経由、そしてパプアニューギニアの首都ポートモレスビーに向かう定期旅客便でした。この便はパイロットを含めクルーは12名、乗客が35名の合計47名が搭乗していました。使用機材はボーイング737型機、登録番号がパパ2パパ X レイエコーでした。この日の機長は52歳のパプアニューギニア人。総飛行時間は2万時間近くで、737の経験は約2300時間。副操縦士は35歳のオーストラリア人。総飛行時間が約4700時間、737の経験は400時間ほどでした。それぞれ機長が操縦を担当し、副操縦士が無線やその他のサポートを担当する分担となっていました。73便は定刻から30分ほど遅れて9時22分にポンペイを離陸、最初の目的地チュークへ向けて飛行を続けました。チューク国際空港はチューク諸島の上野にある空港で、標高は10フィート、海に突き出した土地の上に滑走路があり、滑走路の両端は海となっていました。この空港にはニューギニア航空の他にユナイテッド航空がグアムとハワイを結ぶ路線の経由地として運航しています。ポンペイからチュークまでは約1時間。チュークはポンペイと同じくミクロネシア連邦に属していますが、時差があり、チュークが1時間遅いため、到着時刻が出発時刻とほぼ同じの9時半頃を予定していました。出発前にクルーが確認した到着予定時刻のチューク空港の気象予報は、風が14ノット、25ノットの突風、視程は5マイル、800フィートに多少の雲と5000フィートに空を覆う雲、そしてにわか雨というものでした。離陸後、チュークに向けて順調に飛行し、チューク空港の無線オペレーターから気象情報を入手しました。その内容は、風向は変動しており、風速は5ノット、視程は14マイル、1200フィートに多少の雲で積雲、空をほぼ覆う雲が1万2000フィート、空を完全に覆う雲が2万8000フィート、気温は26度、露天温度が25度、高度計の気圧設定値は2973というものでした。風や視程に問題はないものの、雲が低めで積雲、さらに気温と露天温度が近いことは湿度が高いことを示しており、あまり条件が良いものではありませんでした。クルーは使用する滑走路を04とし、進入方法は R ナブ GPS とすることにしました。これは計器を使った進入方法の一つで、 GPS 機器を使って自身の位置を判断し着陸するものです。地上に計器進入用の装置が設置されていなくても計器進入が行えることが特徴で、管制官がいないような小規模な空港でも計器進入を導入することができます。チューク空港にはその他にも NDB と呼ばれる進入方法もありました。降下する前にクルーは着陸のブレーキ設定について簡単に議論し、続けて着陸時にフラップを40まで使うこと、アプローチと滑走路が見えなかった場合の着陸やり直し手順のブリーフィングを行いました。
ただこれらブリーフィングは標準的な手順にのっとって行われず、標準的な用語も使用されませんでした。着陸をやり直す手順については、やり直しの際に向かうポイントに触れただけで、手順やどういう飛行経路なのかも言及していませんでした。管制官から降下する高度の指示を受け、それに従い降下を開始しました。4000フィートまで降下中に機長は着陸やり直しはとだけ言い、それ以上は何も言いませんでした。またそれに対し副操縦士も返答しませんでした。着水の4分前、機長は方位041で R ナブのコースに乗り1000フィートへ降下すると言いました。中区空港は管制官がおらず、決められた周波数に対し自分の位置や自分の意思を伝える非管制空港だったため、副操縦士は無線で他の機体に向けて滑走路04へ向かっていると宣言しました。着水の2分前、副操縦士は機長へ、この地域で何回かにわか雨があったようだと言い、機長はあれは嵐であるに違いないがすぐに通過できると応じ、嵐があることを認識しました。自動音声が1000フィートを知らせた時点で、副操縦士は機長に安定したと伝え、機長は続行と応じました。その後、副操縦士は有視界飛行状態、雲の底は900フィートと言いました。着水30秒前、着陸やり直しを判断する高度を通過するときに、機長はオートパイロットをオフにし、予定の降下パスに乗ると言いました。直後、機体は積雲と豪雨に入り、ワイパーをオンにしました。この時機長は滑走路の端の照明が見えており、前方の指定に問題はないと判断したと後の調査で述べています。副操縦士は滑走路の進入角指示等が白3つとコールしました。多くの滑走路には定められた進入角に対して自分がどの位置にいるかを示す進入角指示等という照明装置が設置されています。中区空港の進入角指示とは4つのライトで構成されており、それぞれが赤と白に変化します。正常な進入角な場合は赤が2つ、白が2つになりますが、進入角が高いと白が増え、進入角が低いと赤が増える仕組みになっています。着水20秒前、自動音声でシンクレート、つまり降下率に注意と繰り返し流れましたが、機長は予定のパスに乗りたいだけというにとどまりました。着水直前、副操縦士は低すぎると何回も叫び、海に墜落、何回か水面をバウンドし、滑走路04から約500メートルの位置に沈みました。事故現場にいたアメリカ海軍のダイバーが直ちに救助に向かい、続いて中区州政府や赤十字社、民間の船が救助に向かいました。乗員乗客47名のうち6名の乗客が重傷を負い、1名の乗客が亡くなりました。すぐにミクロネシア連邦政府は調査を開始し、2週間後、パプアニューギニアの航空事故調査委員会が調査を引き継ぎました。その結果、クルーがニューギニア航空の運航規則に従っていなかった事実が次々と判明しました。まず、中区の計器侵入は滑走路の04と22それぞれに R ナブ、GPS と NDB があり、合計4種類のアプローチチャートが存在します。ニューギニア航空の運航規則では、使用する空港のチャートをすべて携帯するよう義務付けていますが、クルーは滑走路04の R ナブのアプローチチャートしか持っていませんでした。また、着陸をやり直す手順については、やり直しの際に向かうポイントに触れるだけなど、各種のブリーフィングやチェックリストもずさんな対応となっていました。コックピットボイスレコーダーの記録によると、グライドスロープに乗っていない、もしくは降下率に注意せよという自動音声による警告が合計14回発せられていました。また、着陸やり直し地点を通過した後に豪雨へ進入した際、機長席の気象レーダーには73便と滑走路との間に強い降水を示す赤い表示のエリアがありましたが、それでもなお機長は危険と判断せず着陸することに固執していました。また、副操縦士もサポートやモニタリングの役割を果たさず、
機長と同じく危険な状況と認識していなかったため、機体をコントロールすることもしませんでした。そして豪雨に入って滑走路が視認できないタイミングがあったにもかかわらず、機長は着陸をやり直しませんでした。死者を出し、事故機は水没と大きな事故となったニューギニア航空73便墜落事故。標準の手順や規則にのっとらないとどうなるか、そういった教訓を示す事故でした。毎日毎回同じことを繰り返しているように思えたとしても、毎回違う状況と認識し、きちんと規則にのっとることが大切と感じます。ニューギニア航空73便の着陸失敗事故、いかがだったでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。